上級の皆さん、こんにちは。勉強頑張ってますか？今日は作文について考えていきたいと思います。初級の時には私の趣味とか私の街とか私の将来の夢とか私のっていう作文を書くことが多かったと思うんです。でも上級になってくると、例えば新聞とかインターネットからデータを集めて、でそのデータと自分の意見をミックスして書いていく、こんな機会増えていくんじゃないでしょうか。皆さん、主観的と客観的、こんな言葉聞いたことありますか？主観的というのは私が考えたこと、私の意見というものを書いていくときに主観的な文章というふうに言います。なので初級の時に書いていた私の将来の夢とか私の趣味っていうのは主観的な文章なんですよね。反対に客観的というのは何かデータやエビデンスを元にして自分の意見を書いていく、こういう時には客観的な文章っていうふうに言います。なので論文やレポートっていうのは客観的であることが求められるんです。では皆さん、この3つの文章を見てみてください。3つの文章、違いは分かりますか？そうです、文末が違いますよね。もう一つ、この文章には特徴があるんですけれども、分かるでしょうか？そうです、この3つの文章を考えるとか言うっていう動詞はあるんですけれども、誰が考えるか、誰が言うのか、誰がの部分が抜けてますよね。こういう文章をレポートとか論文の中にはよく出てくるんですよ。だけどこれ書いてないのに誰が考えているのか、誰が言っているのか、実はこの文末の表現だけで分かってしまうんですよね。ちょっと整理をしていきましょう。一番上、考えられる、考えられる、このように書いてある時には何かデータやエビデンスを元にして私が考えていますというふうに言いたい時に使う表現です。なのでこの一番上の考えられるの主語は私なんですよね。次の考えられている、すごく似てるんですけどこっちはちょっと違うんです。考えられているっていうのは私だけではなくて世間一般の人たち、世の中の常識としてみんながそう考えていますよというふうに言いたいときに使います。最後、と言えるというのは私もそう考えているし、世の中みんな一般的にもそう考えていて、こんなふうな結論が言えますよというふうに言いたいときに使います。こんなふうに誰がの部分はないんですけれども、3つの文末を見るだけで誰がそれを考えているのか言っているのかっていうことが分かる文章になってるんですね。これ客観的な論文やレポートを書くときにはよく使うので、ぜひ覚えておいてください。文末の表現だけでこんな違いが表せるってちょっと面白いですよね。これ書くときだけではなくて JLPT とか EJU とか読解の時にもこの文末の表現は誰が言っていますか、誰が考えたことですか、こんな問題出ること結構よくあるので覚えておいて損はないですよ。ぜひ覚えてたくさん使ってください。では上級の皆さん、これからも勉強を続けて頑張っていきましょう。またね。